生物の研究には生物以外の学問が必要となってきます。例えば皆さんは DNA が二重らせん構造をしているというのは誰でも知っていると思いますけれども、あれは X 線継承構造解析、それによって見つけられました。私は高校の時に数学とか物理が好きで、大学も物理学科行ったんですけれども、ひょんなことから生物の研究を始めてまして、で、その中で人の体づくり、これを調べたいと思ってます。で、普通の生物とか医学とかでやるときには、自然な環境下でいろいろな細胞が体の中でどういうふうになっているか、それの遺伝子とかタンパク質とか、そういうものを調べましょうということになってきます。ただ私の場合ちょっと変わってまして、理想的な条件下で孤立した細胞の変化を司る数式とか、それを試験管内で再現するとか、そういうことで調べたいというふうに思っています。これはニュートンの運動方程式で、摩擦とかがない理想的な環境下で物体が動くっていう方程式を作るっていうのは皆さん物理で習ったと思いますけれども、感覚としてはそれに似ています。あと例えば試験管内で再現っていうのは鳥の飛ぶ仕組みを飛行機を作って調べる、ああいうのとも似ていると思います。実際にどういうふうにしているかといいますと、いろいろな培養の制御、例えば成分が明らかな培養液を作って自分で配合して、でそれの流れも制御しております。それにマイクロ加工というような非常に小さいところを使ってそれで制御することにします。あとは細胞の形とかですね、配置、そういうのも制御してやって、そういう中で人の iPS 細胞がどう変わっていくかを調べようというものです。お題になっている iPS 細胞とアインシュタインの関係式っていうのですけれども、 iPS 細胞とアインシュタインの関係を求めたいっていうわけじゃなくてですね、iPS 細胞を使って人を調べるんですけれども、それをアインシュタインの関係式と言われる、これはブラウンドの式なんですけれども、細胞がこうものがこうプラ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 動く、そういうような式で解析してやりましょうという、この一見全然関係なさそうな2つの分野を結びつけてやるということをしてやっています。皆さん数学とか物理が好きな人は、暗記科目のである生物が苦手だという人がいるかもしれません。私もそうでした。反対に生物の好きな人は、数式なんか見たくもないという人もいるかもしれないんです。ただ、今皆さんが高校でやっている授業と研究とはまた違ったものになってきます。非常に研究は面白いですので、そういう研究の世界の面白さを知ってもらえたらと思います。